今回は小学3年生で学ぶ時刻と時間の求め方を勉強していきましょう。はじめに時刻と時間という2つの言葉の違いについて確認します。この時計を見てください。短い針が5を指して長い針が12を指しています。これは5時ですね。このようにその時が何時何分であるかを示すのが時刻です。時計の針が動きました。5時30分ですね。この5時30分というのも時刻です。では、5時から5時30分までに何分経っていますか？長い針が12から6に動いているので、答えは30分ですね。この30分というのが時間です。時刻と別の時刻の間の長さを示すのが時間です。何分経った、何時間経った、かかった時間を表すのが時間なんです。ではここで質問です。お昼休みは12時10分からです。この時、12時10分というのは時刻でしょうか、それとも時間でしょうか？これは時刻ですね。お昼休みが始まるその時が12時10分であると示しているので、ここで言う12時10分は時刻ですね。もう一つ質問です。私は家から学校に来るまでに20分かかりました。この時、20分というのは時刻でしょうか、それとも時間でしょうか？これは時間ですね。家を出た時刻から学校に着いた時刻の間に20分かかったことを示すので、この20分とは時間です。それでは時刻を求める問題にチャレンジしましょう。時計が2時40分を指し示しています。ここから30分経ちました。すると時刻は何時何分になるでしょうか？3時10分ですね。30分経つと時計の長い針が8から2に進みます。そして時計の短い針は3を指すようになるので3時10分です。ここで注意したいのは2時70分とは言わないことですね。なぜなら1時間は60分だからです。40に30を足したら70と考えることはできるのですが、時計というのは0分から59分までしか指すことができないんです。60分になると時計の短い針は次の数字を指すように変わるので、60分になったらまた0分から1分、2分、3分とやり直すんですね。2時40分から3時10分までの流れを10分ずつ見ていきましょう。まずは最初の10分が経つと2時50分。次の10分が経つと3時0分です。2時60分とは言いません。ここでの正しい時計の読み方は3時0分です。分は60まで増えると1時間に変化すると考えましょう。変化すると隣の時が1つ増えます。そして分はまた0からスタートするんです。2時59分を過ぎると長い針は12を指します。同時に短い針が次の数字に進みます。すると0分に切り替わります。3時0分から針が進んでいくんです。よって2時59分の次は3時0分です。さらに10分が経ち3時10分です。2時40分から30分が経つと3時10分となります。ではもう一つ問題を出します。少し難しくなりますよ。時計が4時10分を指しています。この時刻の43分前は何時何分でしょう？43分前と言っているので、
時計の針を逆に動かして考えてみましょう。また、今回は43分という細かい数字なのが注意点です。この場合、43を40と3に分けて考えてみましょう。まずは40分前の時刻を考える。40分前の時刻が分かったら、その時刻の3分前が何時何分かを考えるといいですね。じっくり考えたいときは、一旦動画を止めて考えてみましょう。では、答え合わせです。4時10分の43分前の時刻は3時27分です。正直、43分というのは細かい数字なので難しく、大人でもパパッと出ないような問題でした。解くための考え方は先ほどお話しした通りです。まずは4時10分の40分前を考えます。時計の長い針が逆方向に10分ずつ戻るのを考えてみましょう。まずは10分戻って4時0分です。さらに10分戻って3時50分。4時0分より前に戻るので、4時を指していた短い針が3時に戻っていきます。また10分戻って3時40分。最後にもう1回10分戻れば40分戻ったことになります。3時30分ですね。あとはここから3分戻してみましょう。30分から3を引くので27分ですね。これで4時10分から時間を43分戻しました。答えは3時27分です。今回は以上となります。時刻と時間の違いを説明し、そしてそれらを求める問題に挑戦しました。今回勉強したことは、これからの算数の勉強はもちろん、日常生活でも時間について話すときに必要になる知識です。しっかり覚えていきましょう。このチャンネルは今後も勉強に役立つ動画を投稿していきます。次の動画で会いましょう。またね。